江戸に魚熊という魚屋がいました。魚をうちまで売りに来て、その場でさばいたり刺身にしたりしてくれます。魚は新鮮でおいしいし、さばくのも上手だったから、魚熊はとても人気がありました。でも、酒が大好きで、飲みすぎて失敗することが何度もありました。最近は特に昼に酒を飲んで失敗して、それでまた酒を飲んで、全然仕事をしない日が何日も続いていました。年末のある日の早朝、奥さんが魚熊を起こして言いました。ねえ、熊さん、昨日の晩約束したでしょ？今日からちゃんと働いてちょうだい。俺、そんな約束した？しましたよ、真面目に働くって。さあ、早く市場へ行って。急がないといい魚がなくなるわよ。しょうがないな。外はまだ暗かったですが、魚熊はしぶしぶ市場へ向かいました。しかし、奥さんは1時間間違えていました。早すぎて市場はまだ開いていませんでした。魚熊は時間つぶしに浜へ行ってタバコを吸いました。それから朝焼けの海に入って顔を洗っていると、何かが足に当たりました。拾ってみると、ずっしり重い革の財布でした。魚熊は急いでそれを家に持って帰って奥さんに見せました。財布の中には小判が50枚ありました。魚熊は喜びましたが、奥さんは心配しました。ねえ、番所へ届けましょうよ。こんな大金黙って使ったら死刑よ。バカを言うな。これは神様がくれたんだよ。よし、俺はもう働かないぞ。旅行したり、いい着物を買ったり、酒を飲んだりして暮らす。お前も綺麗な着物をたくさん買ったらいい。もう、とりあえず、そのお金は私が預かります。熊さん、今朝早かったから疲れたでしょ？お酒でも飲んで少し休んだら？魚熊は喜んでお酒を飲んで、すぐ寝てしまいました。ねえ、あなた、起きて。昼ごろになって奥さんが魚熊を起こしました。いつまでも寝ていないで、早く仕事に行ってちょうだい。仕事？もうしなくてもいいよ。あれがあるんだから。しばらく遊んで暮らせばいい。あれ？何のこと？あれだよ、あれ。今朝俺が浜で拾った金。今朝？熊さん、今朝はずっと寝ていたじゃない。お金なんてどこにあるの？この家にはもう借金しかないわよ。お願いだから、ちゃんと働いて。はあ？お前、何言ってるんだ？まさか、あの大金を独り占めするつもりか？魚熊は怒って家中を探しました。しかし、お金も財布もどこにもありません。本当にもう、変な夢でも見たんじゃないの？夢？夢か？そうよ。お金の夢を見るくらいなら、真面目に働いて稼いできなさいよ。これ以上借金が増えたら、私たち、一緒に死ぬしかなくなるわよ。わかった。俺が悪かった。俺が毎日酒を飲んで真面目に働かないから、あんな変な夢を見たんだな。今日から俺は、もう絶対に酒は飲まない。魚熊は反省しました。それで次の日の朝から
真面目に働きました。夜明け前から市場へ行って、いい魚を仕入れて、昔の客に売りに行きました。もともと人気の魚屋ですから、すぐに客が戻りました。1年後、借金がなくなりました。2年後、少し貯金ができました。3年後、表通りに自分の店を持つことができました。その大晦日の晩、その日も魚熊は朝から客の家へ魚を売りに行って、それから家へ帰って少し休みました。奥さんは熱いお茶を入れてあげました。あなた、この3年、本当に頑張ってくれたわね。ありがとう。魚熊は笑いました。そうだな。3年前の俺はひどかった。あの頃はよく我慢してくれた。俺の方こそ感謝しなくちゃな。ねえ、あなた、ちょっとこれを見て。奥さんは魚熊の前に古い革の財布を置きました。これ、覚えてる？それは3年前、魚熊が浜で拾った財布でした。中に小判が50枚あります。あ、これは、やっぱり夢じゃなかったのか。お前、俺を騙したな。奥さんは深く頭を下げて謝りました。本当にごめんなさい。あの日、あなたが寝た後、私、すぐにこの財布を番所に届けたの。そしてあなたに夢だと嘘をついた。それから1年経って、番所から知らせが来たの。持ち主が現れなかったから、このお金はもう私たちのものだって。その時私、本当のことを言いたかった。でも、そうしたらきっと、あなたはまた仕事をしなくなる。だったら、このまま騙し続けようって思った。今のあなたは、もう借金もない。店も建てた。もう大丈夫だって思えた。だからこうして本当のことを話した。ずっと騙していて、本当にごめんなさい。離婚だと言われても仕方がないと思ってる。魚熊は腕組みをしてしばらく奥さんを睨んでいました。やがてため息をついて言いました。そうだな。お前の言う通りだ。3年前の俺がその金を使ったら、捕まって死刑になってた。2年前の俺に渡したら、また仕事を辞めていた。お前はその金を持って黙って出て行くこともできたのに、俺を信じて今日まで待っていてくれた。俺はいい女と結婚した幸せ者だ。奥さんはようやく顔を上げました。じゃあ、許してくれる？もちろんだ。悪かったのは俺の方だ。奥さんはほっとして魚熊に言いました。あ、安心した。じゃあ、あなた、大晦日だし、久しぶりに飲まない？何を？お酒よ。もう3年も飲んでいないでしょ？奥さんは魚熊が好きな料理をたくさん並べて、杯に酒を注ぎました。おい、本当にいいのか？俺、酒を飲んでもいいの？私が保証する。奥さんは笑いました。魚熊はしばらく酒に映る自分の顔を見ていましたが、やがて杯を置いて言いました。やっぱりやめる。また夢になるといけない。